急いで、うん。できるだけ早くうん。神社に行こうとしてます。なんで？呪われたからや。ジャンボ呪われたんですよ。実は、2本撮りしてまして、昨日もお休みだったんですね。昨日行ったところで、叫ぶ女の霊っていうのがいて。言って、そんなはっきり言いますはっきり言えたわけじゃないけどね。そう。要は気持ち悪いところに行っちゃったんですよ。そう。で、もうそこから怪現象がいろいろ起きちゃって、2人とも具合悪くなっちゃったんですよ。なんかそういう言い方するとオカルトチャンネルっぽくなるけど。まあでもうちは旅チャンネルです。そんなわけで、ちょっと、なんか気持ち悪い感じしたから、ちょっと神社行きたいな。神社行こうと。ミルスペッカージャージャンボです。コウスケです。よろしくお願いします。今日ね、いきなりトラブルが発生しました。はい、すいませんでした。謝ってる。はい。ちょっと道をね、間違えまくって。そう、本当はね、今日千葉県に向かって行こうっていう計画をしてたんですね。ただ、どう頑張ってもなぜか、東京湾横断道路とか、海ほたるがある、トンネル、あの道にたどり着かなくて高速乗ってて。そう。で、今それをスルーして、神奈川のね、方向に走っちゃってるんで。はい。で、これをね、また戻ると、車のお金いろいろかかっちゃうじゃない、高速道路とか。それはちょっと嫌だねっていう話になって、じゃあもう急遽、神奈川行こうっていうことになりました。すごない？なんだこれ。すごない？これよ。でかっ。これ。びっくりした。野菜ラーメン。羽鳥亭さんっていうラーメン。そうそうそう。すごいね。まだススルが来てないから俺らの勝ちですか。ススルさんね。なぜかラーメンレポみたいになってる。ラーメンチャンネルなんでもないんで。ちょっと食べて。そう、野菜ラーメンっていうのすごい推してたから。すごいな。これさ、でもこれもしかしてさ、鶏そばのだしなのかな。ね。毎日食べても大丈夫な、体に優しいをモットーにしたラーメンっていうのを出してるんですよ。それかな。これ毎日朝ごはんで食べる。美味しそう。俺の醤油ラーメンが来た。醤油ラーメンはそういうのね。これ醤油やね。醤油いただきます。うまそうやで。これうまいよ。うまい。なんかコク深いラーメンだね。へえ。すごいする。でチャーシューもこんな。うまそうやな。でいよいよ神奈川に着きましたね。いろいろあって丹沢湖にひとまず向かってるって感じや。そうだな。なんか面白いところあるといいな。丹沢湖自体綺麗かもしれないけど、周りにも滝とかはねあるっぽいけどな。あるっぽいな。なんか今日ねジャンボさんがいつもと違ってなんかちょっと今日ポンコツなんだよね。疲れてる。すごい疲れてるよね。なんかね道間違えちゃったりいろいろなことが起きがちだからね。まあのんびり行ってますわ。こういうのもミルスペックアイズ旅です。なんかさ、思ったよりさ、街の中からすぐっていうかさ、そうやな。なんか超山の中に永遠に走ってきたっていう感じではないね。間もなく丹沢湖って出てきて優しい。これだ。これさ、急に秘境感出てきたよ一瞬で。そう。インコ入っただけで。なんでこんな道って今思ったんだけど。今黒倉って書いてたから、そっちに多分駐車場があって、もしかしたらあれかも。今日は行かれへんけど、有心渓谷とか行く。そっちのあれなんかもしれへん。ほら黒倉ってなんか有心渓谷に関連してる駐車場があった気がする。なるほど。そっから2時間歩くらしい。そんなに？そう。片道2時間や。じゃあ有心渓谷ってそんなに簡単にフラッと行ける場所じゃないんだね。そうやねん。ほんまに秘境やねんって。
なるほど。そう綺麗な水の色の。そうだ登山ほどではないけど、多分起伏は大したことなくても距離はあるんじゃない。なるほどな。おー、出てきた。これ神奈川版いろは坂です。で実は僕今目的を持って走ってるんですよ。どういうこと？でなんかね見物があるらしいんですよ。はいはいは実はい。ここダムなんですね。はいこのダムを作るときにはい。湖底に沈んでる家を再現した見れるものがこの先にあるらしい。怖っ。多分そういう怖い方向で作ってはない。違う、水の中から建物が突き出てるってこと？いや違うそれを復元した。あ、そういうことで地上にね。そう俺なんか湖底に家をなんていうの、水から生えてる状態で展示してんのかと思って怖っと思った。沈んでるらしくて、このめっちゃ多いね水がね。本当だね。この下に村かなんかが沈んでんのよ。ああ、なるほどね。そうでその当時のものを、復元して見れるようにしてるっていうのがあるらしい。なるほど。そこに一応向かっています。ちゃんとして到着しました。美穂の家。美穂の家。美穂の家。ちょっとわからないんだけど、多分美穂っていうのが地名なんです地名やな。地名。美穂穂ダムって書いてたなるほど。から。で、ここはもともと、渡辺さんっていう方のお家だったらしいです。そうなんや。はい。で、そのお家を再現しているっていうことで。こんなんさ、昔は普通にあったんやな。そうだね。これ。町作ってことでしょ。そうだね。そうやんね。これ触っていいんやろか。そう、あんま触らない方がいいよ。触っちゃいました。そっと置いてください。重いです。ダメ。壊れるかもしれない。そう、展示物だからね。そう。スリッパあったん。くだらねえ。それはちゃうか。くだらねえ。これ今入るときはこれ履いてね。そうだね。でも入っていいんだね。そうやな。こんな家やったんや。ね、寒いだろうね、冬。冬寒そうやな。鬼滅の刃に出てきそうや。はい。この感じ。これもしかしてもう移動してきたんじゃない？この建物。あ、マジ？再現というか保存したんじゃない？別の位置に持ってきてとか。そうなんだな。だってさ、今ね、何かっていうと、例えばこの炭のアイロンとか、この炭アイロンとかあるんですよ、これ。こういうのって多分そんな江戸時代とかの、これもアイロンの一種だよね。ここに炭を入れてやったんだろうね。そういうのとかって、全然これは江戸時代とかじゃない気がするんだよ。そうやな。だから、やっぱり昭和だよ。昭和なんや。そう。昭和46年。にしてもさ、昭和と言われるとなんかもっと古めかしい感じはするけどな。そうだね。昭和ってだってもう白物家電もあるし、でしょ当然。そう、ちなみに俺昭和53年生まれだからね。だから康介さん生まれた時とあんま変わらんわけでしょ。そうだね。こんな感じじゃないよね。よっぽど田舎ってこと。いや、多分、これの建物が昭和46年に作られたわけではなくて、昭和64年の46年の段階で現存してたものをもう運んできたんじゃない？だからその段階ですらもう古いわけね。そう。
で、これが置いてあるということは、入ってんや。どうぞ入ってくださいっていうことだと思うの。はいはい。昔の家ですごいなと思うことが一個あって、バリアフリー感ゼロだよ。へえ。苦労してはるな。じゃあこれもちょっと上がらせてもらえるんです。よいしょ。はい。火鉢があるよ。価値があります。畳。ね。これさ、すごいなと思うのがさ、こういう襖、障子か。障子のすぐ外がもう縁側で外なんだよね。そうやな。寒いよね。そうやな。これ別にシャッターとかあるわけじゃないんやからな。で、夜はこう閉めるのね。ここに小袋があるから。なるほど。あ、そう。から昔よくやったよね。なるほどね。しま目になった。よくバーンって指挟んで。あ、挟んじゃってね。はい。あと意外と俺びっくりしてることがあって、ちょっと奥入ってみよう。なんか意外と天井が高くない？確かに。これさ、昔の人のサイズなのに全然そうやな。なんですよ。そうやな。昔はそうやったんかな。でも昔のうちやっぱりこの辺の建物のあれかもね。ああ。すごいわ。こんな感じで、あんまりトンチにさ、そんなに入っていくことないからさ。そうやな。でもリアルやな。この座布団積んである感じとかもさ。そうだね。リアルやわ。こうしてたやろなっていう。そうだね。こんな感じのお家でさ、一番こういう火鉢というかいろりみたいのがあるじゃん。ほんまやな。へえ。こんな家で生活してたんやな。そうだね。すごいなんか時代劇みたいです。まあ貴重やな。完全に時代怖くない？お邪魔しましたですね。美穂の家ね。なんか俺実はさ、撮影の途中で気持ち悪くなっちゃって外出てきたんだよね。どっか行ったな、途中でな。なんかえずいちゃったって。なんで？わかんない。なんか気持ち悪かった。まあ古いものだからな。そうね。ちょっと不気味といえば不気味よ。そういう目で見るとね。俺ちょっとね、だからなんかすごいテンションが下がっちゃった。不気味や。不気味だった。なんかそもそもさ、康介さんも気持ち悪くなるし、なんかもう不気味と感じてたでしょ。そう。不気味なはずなんですよ。後で映像を思い返してもめちゃめちゃ気持ち悪い場所なんですよ。暗いし。なのになんかね、僕ね、めちゃめちゃテンション上がってて、その時は怖くなかったんですよね。一人でうろうろ中を取りまくってて。で、そしたら、康介さんがさっき気持ち悪くなったっていう部屋、一番奥の部屋なんですけど、そこに入った時に、なんかね、イメージが見えちゃったんですよ。女の人がね、襖っていう押し入れがあって、押し入れの中にいるって感じたんですよ。そしたらさ、普通怖いやん。なのに怖いのに、開けなあかんって思ってしまって、そうで開けちゃったんですよ。そう怖いのだよね。怖いのに、だからその行動がもうおかしくて、で開けたんですけど、襖がすごい硬くて、ちょっとしか開かなかったんですけども、まあ中の暗闇
となんかいろんなものが置いてあるのがチラッと見えただけなんですけど、でもなんかそれもやっちゃったみたいな、開けたらあかんのに開けてしまったみたいな感覚がすごいあって、そっからちょっと気持ち悪くなって出てったんですよ。そしたら出て行ったら康介さんが「あそこちょっとやばいかも」みたいな話をしだして、なんか康介さんもなんか女の人がいたような、そう白い服装で和装でなんか赤い花の模様がなんかがついてる服を着た女の人がすごい俺たちの近くでずっと見てる感じがしたんでしょ。で俺その話を聞いた時にその赤い着物とか俺はそこまでディテールが分からんかったけど、共通してるから女やしなって思って、でだから年齢も中年ぐらいやなみたいなこと言ってたからそうやねんな、若い感じじゃなかったんなとかって思いながらその時は黙ってたんですよ。旅してるとさやっぱりいろんな場所に出会うからさ、やっぱそういうのってあるよね。不思議やね、そんなこともあるんやねって感じです。だからそんな気持ち悪いことがあったから今日は結局じゃあちょっとなんか悪霊退散みたいなところ行った方が良くないみたいな話になってちょっとどっかのなんか神社行こうっていうことになったんだよね。すっごい強そうなね、名前の神社があったんで、そう行きます。そう今それに向かってるんです。もうこれガチででも気持ち悪かったね。そこはしばらく行きたくないな。一人やったら気のせいですもんやけど、なんか答え合わせすると合う微妙にマッチするのが気持ち悪い。そうだね。いやなんか心霊チャンネルとか詳しい方ちょっと教えてほしいね。これはねなんか教えてほしいかいやあそこ絶対なんかあると思うんだよ。